僕が日本横浜を建ったのは1974年の3月30日ですね。バイカル号でウラジオストック、ハバロフスク、モスクワ、ウィーン、パリ、ロンドンです。目的は英語勉強です。そして僕はちょっと変わってて、パイプを吸ってたから、ね、だからそういうのが、ね、ちょうど日本でこうマーケットとして大きくなっていたので、そこで四谷にあるね、同企画っていうね、台湾人の方が日本語をペラペラ聞かせてる人がね、経営者、そこの特派員になったんですね。それで僕はパイプマガジンっていうね、私、今日も友達の家にあるんだけど、月刊誌、それにね、パイプの歴史とかタバコの話とかをね、連載しました。そのために、フランスのナポレオンが生まれたコルシカ島に行ってね、パイプの根っこがどうなってるかとか、もうヨーロッパ中を取材して、その原稿をね、書いて送ってたんですね。観光ビザでね、6ヶ月で、してその後同企画がスポンサーになって、今思うと自分で労働許可証を申請したよね。そして最終的に取れた。当時1974、5年ってね、今思うと、もうアンティークのね、マーケットが今の10倍以上大きかったと思う。すごかったから。だから僕がよく言うんだけど、バームンジーマーケットっていうところにね、ロンドンブリッジ、このタワーブロンドンにあって通って行った時ね、あの辺ってもう19世紀の植民地の倉庫街だったのね。夜っていうか朝ね、6時とかに行くのも怖いぐらいだったのよ。そこ通っていくのは。別に誰も悪い人いるわけじゃないの、そのスタッフでさ。ところが、バームンジーマーケットを見たときはね、僕よく言うんだ、これはコロンブスがね、アメリカ大陸を発見した時の気持ちだと。もうびっくりしました。これは何なんだっていう感じで。そしてそういう中で、会社の方でね、ポートベロでね、仕事をしていいって言われたので、1975年のね、10月の最初の土曜日にね、僕が日本人で最初に西洋ことやりましたね。もうこれは歴史です。はい、77年かな、8年にトゥレーズアンティークマーケットができたんだよね。そこにストールを持ったわけですよね。ちっちゃな。まさにこのぐらいのちっちゃなストールを持ちました。はい。で、やっぱり、70年代終わりから、80年代初めってアンティークはものすごく盛んでね、僕の考えで、日本人は10倍商法ってね、10倍で売れないと買わなかったですからね。僕が例えばこれ1000ポンドで売るって言ったのをそれを東京に持ってって1万円で売れないと彼らは買わなかった。すごかったですよ。で、そういう中で、私の妹がね、日本で一番最初にアンティークジュエリーやったのがね、片桐さんという意味ですね。当時アトリエ片桐、ベルビー赤坂の5階に店を持って、今はルネッサンスっていうのをインターネットでやってる。で、彼とたまたま知り合いになって、彼の買い付けっていうのを僕が始めましたね、ごめんなさい、70年代終わりぐらいかな、80年ぐらいから。それで結構ビジネスはね、順調にいって、僕自体は1980年代にね、多分将来アンティークもね、マーケットが縮小していって、ビジネスとしてね、ダメになるっていうのを自分なりに分かっていたから、だから、87年にね、不動産を始めましたね。僕が始めるとき、差し支えないと思うんだよね。JC 田崎さんのところがうちのアンティークと同じように1975年にも不動産を始めてるんですよね。田崎さんは大使館の意向なんかで。それ以外に今で言ったらジャパンホームでもジャパンサービスでも京サービスでもなくなったけど、東京エージェンシーでもみんなね、先輩としてこうやってたじゃないですか。バブルがこう上がる時期にね。それでうちはちょっと遅れて始めたんですよね。だから他との違いを出そうと思って、ロンドン東京はこうセールス専門っていう感じで始めたのね。あくまで物件を売るっていう感じにしが置いて。でも結局バブルが90年代初めから日本も崩壊してってね、買う人がいなくなって、今度賃貸に移りましたね。だから、やはり90年代の前半って結構苦労したというか大変でしたね。当時はね、日本人学校の全日制が1000人、補習校が2000人ぐらいいたんですね。うちの息子もいてて。それで、プリンセスガーデンとかね、イーリング、アクトン周辺にね、主に日本の投資家に購入してもらいましたね。アンティーク始めた時期にしてもね、不動産始めた時期にしても結構恵まれていたと思いますね、すごく。一番感じるのは、イギリスのロンドンというね、
僕に言わせたら世界で一番ね、不動産価格が高いっていうかね、そういう中でイギリス人と同じようにね、仕事ができるっていうのは、やっぱり広い意味でイギリス政府っていうかね、イギリス国民にも感謝の気持ちがいっぱいです、僕は。で、たまたまうちの息子がですね、うちの会社を今、続く感じで6年ぐらい、7年目ですかなってね、結構、結果的に今のところはね、優秀で、大体いつもトップなんですね、売り上げを持ってくるの。で、嫁がね、ちょっとあれですけど、結構優秀な嫁がいて、だからなんとなく会社としてはとりあえず3、4年後にはね、彼らに渡すだろうから、どうにかやっていくんじゃないかと思いますね。